どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は次の iPhone 15どうなるのか見ていきましょう。はい、謎にハイテンションなんですけど、そうなんですよ。iPhone 15、15 Pro 9月に出ると思いますけども、もうすぐでございます。前回とですね、非常に好評なので、そちらベースにしながらですね、こっちも見てもらいたいんですけど、新しい情報がまた出てきました。はい。なんで発売時期はそうなんですけど、デザインとか USB-C もそうだし、価格とかの面もですね、全部見ていこうと思いますので、ここになれば幸いです。一応待つべきかどうかみたいなところをまたね、お話ししたいと思います。始めていこうかなと思うんですけど、その前にいつも見てるけど、チャンネル登録そういえばしてなかったなっていうね、方はぜひお願いします。で今のね、iPhone 14なんですけども、大きく分けて2つありまして、プロと普通の、いわゆる無印っていうね、モデルがあるんですけど、これじゃあ何が違うのかっていうのを簡単に言うと、機能面の違いはもうカメラとディスプレイですね、大きいところは。その2つかなと思います。あとデザイン面で言うとやっぱ高級感の違いかなと思うんですけども、14 Pro の方が4800万画素っていうね、今回カメラ乗ったりとか、あと望遠性能ね、遠くのものを映しやすいっていうのはあります。カメラ3つついてるんで。で、画面に関してはこのダイナミックアイランドっていうのがね、搭載されましたので、画面が生き物のように動いたりします。これ地味に便利だったりするんですけど、ただたまに邪魔な時ありますね。今14 Pro を使ってるんですけども、金がね満足でございます。質感とかもいいですし、カメラも綺麗ですし、あの点以外は満足です。この詳しいところはね、レビュー動画で話してますので、こちら参考にしてもらえばと思います。で、あとアクセサリー類のね、動画とかも非常に好評ですので、結構ね、言われるんですよね。こういうの、使ってて、そんなのあんのみたいな。磁石でくっつくのみたいなとか言われるんで、ぜひちょっと参考にしてみてください。結構聞かれるんでね。次の iPhone 15ですね、どうなるのかっていうところを見ていきましょう。いろいろと出てきてるんですけども、まずはざっくりとデザインですね。iPhone 15。基本的には大きく変わらないと思いますが、最近の中だと、変わる方かなっていうぐらい。これもね、前回でいう iPhone 15のね、CAD ファイルっていうやつになりまして、設計図ですね。だいたい iPhone2 年ごとにデザインの変更が行われることが多いので、12で結構大きく変わったんで、15はそろそろ変わるんじゃないかって言われてます。一応側面がこう丸くなるんじゃないかって言われてますね。予想画像にはなりますが、さっきみたいに、側面がこう丸くなってるのと、今回やっぱ画面ですね。iPhone 14にさっきね、見たように採用されたダイナミックアイランドが、今度安い方のモデルにも搭載されると言われております。なんで iPhone 15 Plus とかもそうなるんじゃないかなっていうところで、14 Plus が、正直あんま売れてないみたいなんですが、15 Plus も一応出るみたいですね。今年で終わりかもしれないんですけど、で、このダイナミックアイランド本当にね、まだ搭載されて1年ですので、来るのかって思ってたんですが、最近ですね、アイスユニバースっていうところの、Twitter ですね、アカウントから、すいません、X の間違いでしたね。はい。X の方から iPhone 15シリーズのガラスパネルですね。こちらが出ておりまして、左から iPhone 15かな ?15 Pro、15 Plus、Pro Max っていう感じで、こう見るとダイナミックアイランドになってるんですよ、全部。この方結構当たるんで、可能性も高まったんじゃないかなと思いました。まだ僕は疑心暗鬼ですけど、やっぱり売れてないっていうのはね、あるので、14のモデル相当そんなに売れてなかったみたい。あんまり人気なかったみたいなんで、やっぱり変化が欲しいというところでございます。iPhone 15のカラーについてなんですけども、爽やかなこういったね、ブルーとか濃いめの、ピンクとかグリーンが出るんじゃないかとか言われておりますね。グリーンは iPhone 12とかにあった、どっちかというと爽やか系のなんかグリーンのイメージではあるんですけども、ピンクはどぎつい感じだけど、本当にこうなるのが微妙な感じもするんですけど、13では薄めなピンクあったんですけど、あんまりね、売れてないんだろうということで、しっかりこうピンク押し出すようなカラーが出るんじゃないかと言われてます。14ではイエローが登場したりしましたけど、あとパープルとかね、ブルーとか、割と薄めな色が多めではありますね。プロダクトレッドとか結構赤いですけど、ブルーとかはやっぱり人気色になると思うので、グリーンとかもね、12の時みたいな iPad Air のグリーンとか結構いいですよね。そういったイメージで登場するんじゃないかと言われております。はい。で、15 Pro に関しては、今のところ言われてるのはレッ
ドと青色、ブルーですね。こちらが言われております。Apple Insider から出てたんですけども、詳細後ほどまた見ますが、丸みをこう帯びたボディになりまして、ステンレススチールからチタンですね。チタニウムっていう素材に変わると言われております。レッドとかブルーについては、やっぱりその15のモデルとの差別化っていうところでギラついた感じというよりは、ポップじゃなくてやっぱちょっとエレガントな、色味を抑えたような形になるんじゃないかと。14 Pro もディープパープルっていうね、カラーが新しく出ましたけど、ディープなちょっと黒色に近いパープルなんですよね。紫色なので、そういったものを継承するんじゃないかと。レッドのね、画像とかこんな感じになるんじゃないかっていうのは出てるんですけども、良さそうですけどね。このどぎつい感じじゃないんで目立ちそうだけど、ただレッドは万人受けするのかっていうちょっと怪しいところあるんですけど、使う人を選びそうな気がするんで、割とリアルなね画像とかあるんですが、個人的にやっぱブルーとかの方が、ただ13 Pro でシエラブルーっていうのが出てるので、暗い感じのブルーになるのかもしれないですけど、もし出るのであればだけど。で、チタニウムも結構確定化っていうところもありまして、アップルパテントリーですね。アップルが取った特許をもうひたすらこう全部上げていくみたいなね、狂気のようなサイトがあるんですけど、というのも特許は全部公開されるんで、登録すると。ことで、15 Pro のね、このチタンですね。これを使ったのが注文されたんじゃないかっていうね、ことが書かれております。アップルパテンタリーによると、将来的にこの他のアップルのデバイスもチタニウムにこう変わっていくんじゃないかっていうところで、iPhone にまず使われて、そこからおそらくMacBook とか iPad とかですね、Apple Watch はもう実際使われてるので、そういったことになるんじゃないかなと思います。チタニウムは軽くて強いっていう特徴がありますので、重量を減らしたりとか丈夫にしたりできるんで、ただコストはかかるんですけど、ということが言われております。15 Pro はね、やっぱりカメラの出っ張りが、さらにこう成長するんじゃないかと言われておりまして、15と15 Pro の比較なんですけれども、基本的にはやっぱデザインは一緒なんで、ライダーセンサーとかもプロのみかなと思います。注目ポイントとしては USB-C ポートですね。いい加減にしてくれっていう感じなんで、さすがに EU の法案がね、通ってますので、また説明しますけど、かなりやっぱカメラは出っ張りそう。望遠性能が一応アップするって言われてるんで、この15 Pro Max の方のデザインとかもね、動画で言った通りですね、出てきておりまして、これもアイスユニバース氏なんですけど、結構詳細なやつですね。こういった丸みを帯びたデザイン、基本15とかと同じで、特にこの画面の黒い縁の、いわゆるそのベゼルっていうところが、かなりこう、細くなるんじゃないかって言われてます。すっきりした印象ですね。チタニウム使われてまして、ただステンレスと比べると見た目上の変化でいうとちょっとマットな感じになるんじゃないかなと思います。キラキラした感じは失われそうな気がするんで、そこら辺がどんな感じになるのか気になります。正直ね、艶消しされるんで、でも落ち着いた印象にはなるのかなと思います。14 Pro Max と比較画像ですけど、出っ張りは結構すごいっていうか、これは物議を呼びそうな感じがすごいするんですけど、14 Pro でも結構ね言われてたんで、その横幅とかに関してはちょっと狭くなってるんですよね、この画像だと。ただ厚みはちょっと増えてるんですけど、重さがちょっと気になるんですけども、多少持ちやすくはなるのかなっていう気はします。横幅がね小さくなると持ちやすくなるんで、ところがねざっくりデザインの変更点でございました。噂段階ではありますが、結構出揃ってはきてるので、直前になってもまた出てくると思いますので、気になる方はちょっとまたチャンネル登録してお待ちいただければと思います。どうですか皆さん、デザイン iPhone 15、15 Pro どう思いますか？どうなるか。感想とか気になった点とかあればぜひコメントいただければと思います。iPhone 15のケースとされるようなものが流出しておりまして、Weibo っていう中国版の Twitter かなってるものですね。ボタンのやっぱりね微妙な調整だったりとかですね、そこの穴が結構大きくなってるので、おそらく USB-C 搭載を示してるんじゃないかというところですね。で、またこのミュートボタンが音量ボタンの上にあるちっちゃいボタンですね。あれがちっちゃくなってるので、なんか変更あるんじゃないかっていうことが言われてたんですけども、今回新しく出てきたものとしてはこのアクションボタンが追加されるんじゃないかと、なんか中止されたみたいなことに言われてたんですけども、このアクションボタンっていうのは何かっていうと、Apple Watch Ultra に今搭載されているものなんですが、例えばここに、好きなアプリを設定とかできて、そのボタンを押すとアプリが立ち上がるっていう風なね、カスタムボタンみたいなのが Apple Watch Ultra の場合だと基本的にはワークアウトですね、運動をこうスタートしますよみたいなことができたりするんですけど、この機能がいわゆる iPhone 版みたいなやつが搭載されるんじゃないかっていうことですね。というのも次のその新しい iOS の17ベータ版ですね、お試しバージョンみたいなのが配布されるんですけども、その中に iPhone 15 Pro とか Pro Max 新しいモデルに新しい OS が搭載されるんで、その中にそのアクションボタンの機能を表すコードがあったと
いうことです。それが書かれてたっていうことなんですよね。つまり。ということはアクションボタン搭載だろうっていうことです。つまりね。誤ってね、漏洩みたいなこと書いてあるけど、このコードの中に書かれてた内容で言うと、例えばそのアクセシビリティとか、カメラとか、懐中電灯とか、ですね、ライトとか拡大鏡、フォーカスってなんだろうな、ショートカットとかサイレントモード、翻訳したりとかボイスメモとか、なんかいろんな機能がこうアクションボタンに設定できるっていう、ミュートスイッチとかもそのボタンとして使えるみたいです。ミュートスイッチ確かに使わないよねっていう感じはするんで、特にやっぱショートカットね便利かなっていうところで、例えば僕の場合なんですけども、なんか背面タップパンパンってやるとこのバーコード決済をね出るように、スイカとかもあるんですけど出るようにしたりっていうことがきます。これね結構作ってる方とかがいて、自分でショートカットアプリの中で設定っていうのができます。いろんなこうショートカットがあって、例えばこうなんか Kindle 開くとか、さっきのバーコード決済とか、Wi-Fi をこう例えばオフにするとか、なんでこれワンタップしたらそこに飛ぶみたいな感じでできるんですよね。このバーコード決済みたいな感じで。でショートカットはこれ自分で作れますし、で大体調べたら作ってる人いるんですよね。でそれ見てやれば大体できます。普通にそんな難しくないんで、これを多分割り当てたりしたらすごい便利かなっていう、なんか PayPay を起動するとかね、何でもいいんですけど、アクションボタンを押したらみたいな、それ結構いいかなって思いますね。前の動画とかではそのボタンがね、なんか物理的なボタンがなくなって、例えばこう上、スワイプするっていうのかね、上からこうすると音量が上がったり下がったりとかいう、そういうのもテストされてみたいなんですけども、多分ちょっと難しそうでやめたっていう、コストも高いしみたいな。気になる方はこの動画もね見てもらえばと思います。結構面白いんで。あと嬉しい変更点で言うと、ワイヤレス充電がね、速くなるかもっていうところというか、15W が解放されるかもしれない。現在の iPhone は MagSafe という規格に対応してれば一応 15W ワイヤレス充電で出るっていう仕様になってるんですけど、認められてないもの、普通のワイヤレス充電器だと、7.5W っていう、いわゆる充電スピードが半分になっちゃうんですよね。半分になると結構遅くなります、正直。これがいわゆる地域規格っていうものに、他の普通のスマートフォンに入ってるやつですね。対応するって言われてまして、つまりその MagSafe の認証っていうのがなくても、15W 出せるようにするんじゃないかっていうね、噂があります。はい。最初からやれよっていう感じなんだけど、MagSafe 認証自体に安心みたいなね、Apple のマークついてるから安心みたいなところがあるんですけども、純正の例えばこの充電器とかだと、5000円、6000円ぐらいするのかな。いわゆるそのサードパーティー製っていう Apple の純正以外の製品ですね。っていうものも高速充電できるようになれば嬉しいなって思います。はい。普通なんですけどね、これ。ただこれはちょっと五分五分な感じがしてます、僕は。あとは、バッテリー容量のアップですね。つまりこのバッテリー駆動時間が伸びる可能性があると言われておりまして、バッテリー容量自体が 10% か 15% ぐらい増えるんじゃないかっていう予想があります。特にやっぱ 6.1 インチのサイズはね、バッテリー持ち気になるところではあるんで、大体、全体的に 10% から 15% ぐらい増える。15で言うと3877とか、プロの方がでもちょっと少ないんだね。プラスとかはかなりね、電池持ち良くなりそうですけどね。特にやっぱりレビュー動画でも言ったようにですね、14 Pro のね、充電持ちって正直あんま良くないんですよね。13 Pro の方がおそらくいいんじゃないかっていうぐらい、バッテリー劣化もちょっとしてるんですけど、1年でどうですかね、今 94% ぐらいです。常時表示で、どうしてもやっぱバッテリー食われてるっていう感はあります。おそらく 10% 前後ですけど、こうね、他のレビューしてる方とかも言ってるので、僕は体感してますけど、これは Apple 分かってるはずなので改善してくれるんじゃないかと信じてます。はい、あとチップの性能とかも影響するんですよね。いわゆるその賢くなって電源効率良くなったりしますんで、ここも注目しております。で、また今後出てくるである MacBook の M3 チップとかも結局この iPhone のチップがベースにして作られてるんで、次 A17 かな、チップの性能がどうなるのかっていうのは非常に気になってます。これによって Mac の性能が決まってくるんで、大体カメラの進化ですね、基本的にはそんなに変わんないんじゃないかと思います。特に15 Pro に関しては。で、今回15 Pro Max の方にこのペリスコープレンズっていうのが導入されるんじゃないかと言われておりまして、つまり、望遠性能ですね、遠くのものを撮るとき、綺麗に撮れたりするっていうのが来るんじゃないかと言われております。望遠性能がやっぱり iPhone は今弱いんですよね。カメラアプリだとこの3倍までは光学ズームっていうので綺麗に撮れたりするんですけども、例えばそれ以上それ以降ねズームしていくと荒くなるんですよ。試してもらうと分かるんですけど、それ以降いわゆるデジタルズームってやつで荒いんですよ。デジタルズームはただ画像を拡大して見せてるだけなんで、どんどん荒くなっていくと。ただこの機能的にはさっき言ったようにプロマックスに限られるっていうことで、どうしてもスペースの問題がありますと。
ペリスコープレンズっていうのは本体をそんな厚くしなくても望遠性能を伸ばせるってやつなんですけど、それでもやっぱもちろんね厚みがいらないわけじゃないんで、普通のやっぱカメラとかねめちゃめちゃこう長いじゃないですか。そんだけなんか光をね確か取り込む空間かなんかいるらしいんですよね。ギャラクシーの S23 ウルトラとかもう望遠性能結構すごいんですけども、本体自体は大きめではありますね。やっぱりね厚みその割には薄いなって思うんですけど、でおそらくズーム性能は5倍から6倍ぐらいになるんじゃないかっていう話が多いですね。はいピクセルプロがですね7プロかなが、5倍ズームがマックスで S23 ウルトラは10倍まで光学ズームいけるんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。なんでおそらくピクセルぐらいの性能にはなるんじゃないかなと思います。あとはこのハイブリッドレンズのなんか搭載があるんじゃないかって言われておりまして、これ何かっていうところなんですけど、結論的にはより明るく撮影できたりとか、よりこう綺麗に写真を撮ることができるというところですね。色の再現が結構良くなるとか言われてます。で今現行のモデルでは、メインカメラに7枚のそのプラスチックのレンズっていうのが入ってるんですけども、この広角カメラのF 値っていうのが1. 点大体8とか、79とか言われてるんですけど、F 値に関してはちょっと後ほど説明します。はい、で15シリーズではこの1枚のガラスが1個入って、で残り6枚がプラスチックレンズになるというところで、いわゆるそういった意味でハイブリッドレンズっていう呼ばれるみたいなんですが、で F 値が 1.7 になります。この F 値が下がることによってじゃあ何がいいのかっていうと、最大多分 20% ですね光を取り込むことができるんで、暗闇での撮影ができるようになったりとか、光取り込める分ボケ感もね増えるんですよね。よりなんでちょっと一眼レフに近づくんじゃないかみたいな写真に近づくっていうところかなと思います。ただセンサーに関してはどうやらなんかソニー製の IMX ってやつだったかなと一緒なんじゃないかって言われてますけど、ここら辺どうかわかんないけど、ただシャッタースピードがねちょっと速くなるんじゃないかって言われてるんで、4800万画素今映すと結構ねぐるぐるなるんですよね。連写無理なんですよ。ともう一個先の話なんですけど16 Pro Max と、さらにこのハイブリッドレンズが、ガラスがさらに2枚になって、もっとこの性能が上がるんじゃないかっていうことが言われてますね。正直肉眼で見てわかんのかっていうちょっと微妙なんですけど、ただ望遠性能はもっとなんか、10倍ぐらいになるんじゃないかって言われてるはいます。16まで待てないですけどただ iPhone 15に関してはそんなに変わらないっていうか気はしてるんで、今の14 Pro と同じセンサーが入るっていうことなので、写真は綺麗にはなると思うんですけども、4800万画素、おそらくこの14 Pro の画質をそのままガンって入れるみたいな、望遠性能低いけどみたいな感じになると思います。であとは、Wi-Fi6E とかもね、おそらくもう搭載確実かなと思いますね。別のねその周波数帯ってものに、アクセスできるようになるので、通信スピードが速くなります。ざっくり言うと、Mac とか他のモデル対応したりしてるんで、iPhone はさすがにね一番Apple の一番のねプロダクトであるので、さすがに対応しないってことはないと思います。ただ別でWi-Fi6E の対応ルーターの方も、Wi-Fi 出す方の機械も対応してないといけないんで、ここは注意が必要なんですけども、あとUSB-C 搭載ですね。ここがある意味焦点でもあるのかなと思います。結構コメント欄でもですね、USB-C になるんだったら買えるわみたいな、ライトニングだったらもう買いませんみたいな、もうなんか宣言をしてる人が結構いまして、どうなるかっていう、さすがにもうほぼ確定的だとは思ってるんですけど、いつもねこれでひっくり返されたりするんでどうなるか分かんないですけど、背景としてはこの EU ですね、ヨーロッパの国々の、EU の連合が、いわゆるスマートフォンを含むですねパソコンとか全部ですね、電子機器全部もう充電端子 USB-C にしないと、販売できませんっていう法律を、打ち出して、これもう法案通ってるんですね。アップル自体も、幹部の人がですね、これ法律なんで遵守しないといけないっていうふうにウォール・ストリート・ジャーナルかなインタビューで、発言しております。はい。だから USB-C になるとは限らないんですけど、というのもその EU の法改正自体はですね、猶予期間があって2024年の12月とかかなまでは、USB-C じゃなくてもいいと。それ以降は絶対無理なんですけど、なんで一応 iPhone16 とかまでは別にライトニング搭載でも大丈夫っていうところですけど、なんかブランディング的にあんまり良くなさそうなので、とはいえ一応1年早く前倒しして USB-C 搭載するんじゃないかって言われてます。もちろんね可能性として日本のモデルだけ、じゃあその国のモデルだけライトニングっていう可能性もゼロではないと思うんですが、さすがに統一してくるんじゃないかなと思います。別でこう作っちゃうとそれはそれでコストが別でかかるので、プロはそういうことしないんですよね。意外と儲け主義の会社なんで意外とそういうことはしないんですよね。
まああんまイメージも良くないですし、日本市場舐めてんのかみたいなね、なんか声も来そうなんでまあただ一応 MFI 認証っていうものを導入するっていう話はあります。 USB-C でいわゆるロイヤリティビジネスで、この、Apple のマークついてると、しっかりそのケーブルは Apple が認証したものですよっていう、安全なものですよっていうものを与える代わりに、だいたい1個のケーブルで4ドルぐらいね、日本円だと今600円ぐらいですか、手数料を払うっていうものがあるんですけど、そういったものをもしかしたら USB-C でもやるんじゃないかって言われてます。はい、ただおそらく iPhone15 と例えば15 Pro で USB-C の仕様はちょっと微妙に変えてくると思います。15の方が例えばデータの転送スピードが遅いとか、充電スピードは多分そんな変わらないと思うんですけど、15 Pro の方がいいような仕様になるんじゃないかなと思ってます。ちょっと長くなりましたが、価格とね、じゃああと発売時期についてなんですけども、発売時期は最初言ったように毎年9月にね出てるんで、大体おそらく9月の1週目か2週目ですねに発表されて、半ばぐらいに発売じゃないかな。大体金曜日ですよ。発表された次の週の金曜に大体出ます。あとなんで Apple Watch のシリーズ9とか、iPad あたりももしかしたら出るかもしれないんですけども、ただその発売時期に関してちょっとプロモデル遅れるんじゃないかっていう話も今出てたりはしてますね。どうしてもその素材とかがやっぱさっき言ったように変わったりするんで、多分生産的な問題だと思いますけど、価格については据え置きがおそらく現実的かなと思います。 iPhone 15に関しては日本は多分変わらないんじゃないかなと思います。ただ15プロモデル15プロとかプロマックスに関しては100ドルぐらいドルで上がるって言われてるので、チタンも使うしカメラも変わるんで、前も使ったですね iPhone マニアさんからの引用でございますが、パターンがねこの100ドル上げられたパターン、200ドル上げられたパターンみたいなありましたけども、15プラスは多分一緒で、15プロが100ドル上がると大体多分16万4800円で、今のプロマックスと同じような価格になるのかな。14 Pro Max と15 Pro Max が17万9800円で18万とか高えな高えなって感じがするけど、ただもう一個言われてるのは一番安いモデルで 256GB からなるかもしれないです。128なんですけど今、256からになるかもしれないんで、そう考えると悪くないかなって思ったりもしなくはない。ただ 128GB だとちょっと高いなっていう気がします。例えばじゃあ200ドル値上げされたパターンなんですけども、15 Pro がですね17万9800円18万で15 Pro Max 19万4800円です。ついにね、iPhone20 万円時代突入ということで、いや嘘だろうってほぼね日本の初任給と同じような値段になるんじゃないかと言われておりますが、どうしても例えば Apple Watch Ultra とかがね去年出て12万とかかな。なんでどうしても Pro Max がなんでね15 Ultra になるとか言われてますけど、どうしてもその富裕層狙いの、どんどん価格は上がっていくような気がします。そっちの路線にしていかない、単価をどうしても上げていかないと難しいと思うんで、売り上げ上げるためには高いねということで皆さんこの価格を見てどう思いましたか。ぜひコメントいただければと思います。欲しいですか。はい、僕はレビューするんで買いますけど高えなはい、ということで待つべきかどうかというところでございますけども、もちろんお金ある方はね15待ってください。はい、いいと思います。ていうかもう9月に出ると思うんで、今からだったら待った方がいいんじゃないかなと思いますけれども、8月、僕今動画撮ってる時はね8月なんでもう出るんでね、14買うにしても値段が下がるんで、急いでないなら別に急いで14を買う必要はないかなと思います。他のモデルを買うにしても新しいモデルが出るとやっぱ基本的には全体的に下がるので、徐々に中古価格も下がっていくんで、できるだけ安く買いたいなって方は待った方がいいと思います。特にやっぱその13プロとかですね、13からカメラとこのバッテリー持ちですねが非常に改善されているので、12から13かなり変わったんですよね。13プロが結構完成形じゃないかって言われているわけですよ。14プロはちょっと外れだったかなっていう気はします。型落ちを狙うのが一番アップル製品はコスパいいって言われてるんですよ。値段は下がるんだけど、もちろん性能は全然一番いいものがね基本載ってるんで、あとリセールバリューがいいので売る時もその価格がね下がらないということで、これ前も話したこれで言うと僕の場合毎年この iPhone 変えてるんですけども、結局この14 Pro を売るとほぼ実質 2,3 万円ぐらいで毎年新しい iPhone を使っていけるっていう、SIM フリーを買うっていう前提ではありますけども、なんでおすすめとしては発売を待ってちょっと型落ちの iPhone を買うのがおすすめです。ただ急いでいるんなら別に買ってもいいと思いますが、1ヶ月ぐらいだったら15を待った方がいいんじゃないかなとがおすすめです。
で、できれば、契約じゃなくて SIM フリーで買うのが僕はおすすめですけどね。どうしても初期費用が最初必要になるんで、そこはあれですけどね。分割で買えたりもしますんで、手数料無料で。はい。そこら辺も検討してもらえばいいんじゃないかなと思います。13 Pro、12とか、そこら辺もちょっと安い商品とかも、概要欄にちょっと載せたりもしますので、安くなったらあとこのコミュニティ欄で、これめっちゃ安いじゃんっていうね、感じで共有してるんですよ。結構これ好評なので、ぜひね、チャンネル登録して、はい、見てもらえばと思います。チャンネル登録しなくても見れるかもしれないんですけど、多分通知ベルとか押しといた方が結構すぐね、なくなったりとかね、価格が変わったりするんですよね。はい。なので、ぜひお願いいたします。他の動画も、iPhone のレビュー動画ね、いっぱいありますんで、そこも見てもらえばと思います。あとアクセサリー動画ね、めちゃめちゃ好評ですので、便利に使ってみてください。ということで、この動画少しでも良かったなと思ったら、ぜひ高評価と、いつもグッドボタンって言っちゃうんですけど、チャンネル登録お願いします。あとコメントもね、今こういう iPhone 迷ってるんですけど、どうですかみたいなところ全然何でもいいんで、はい、コメントお待ちしてます。気軽に。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。はい、楽しみではあるけど、価格が怖い。怖いよ。